大根は天才よ。じゃがいもは？じゃがいもは腕次第でしょ。大根あんた煮たって焼いたって生だって美味しいんだから。大根焼かないでしょ。焼くのよ。煮てから焼くと渋みが取れるんだって。で人参と合わせてさーっとごま油で炒めるの。ごま油ね。買いときなさいよ。すぐ忘れんだから。いいわ、どうせ作んないし。ほら、うちのファミレス育ちで味音痴だから何作っても一緒なの。じゃあなんで聞くのよ。母さん喋りたいかなと思って。だから口より手動かしなさいよ。もう時期お昼になっちゃうんだから。あ、ねえ、コンビニで牛乳買ってきて、低脂肪の。お父さん？はいな。じゃない、急に。コンビニの袋下げてると近所の人に見られたくないのよ。何それ？いつまでたっても先生様だからさ。うわ、信じらんない。母さん甘やかしすぎ。おはようございます。いや、なかなか涼しくなりませんね、先生。今日も昼前には30度越すらしいですな。もうこれだけ暑いとお水飲むのも億劫で、おそうめんぐらいしか喉に通らないで。それはよくないな。たまにはうなぎでも食べて精つけないと。もういつお迎えが来てもあれですけど、いざっていう時は先生に脈取ってもらわないと。それじゃ私も負けずに長生きしないと。それじゃ。いってらっしゃいませ。
え最終で帰ろうか、やっぱり。8時に向こう出れば余裕で間に合いでしょ。泊まるって言っちゃったんだから、もう着替え持ってきちゃったし。なんかさ、PTA の集まりが急に入っちゃったとかさ。あ、ダメ？あなたすぐそうやって人のせいに。だって帰っても話すことないんだよ。親父なんかいまだに俺のことプロ野球のファンだと思ってんだから。りょうちゃん野球好きなの？昔だよ。ずっと昔ね。言っときますけどね、私の方がよっぽど緊張してんのよ。分かってないと思いますけど。分かってます。分かってますよ。玉がだから府中だかにアパート借りちゃったんだって。病気だね、そうなるとね。鮭と女はさ、あんたあれ年くらい体がついていかないからもうやまっちゃうけどさ、博打は逆だもん。一番立ち悪いわよ。この辺りまだいるんだ、スズメ。お父さんがご飯粒撒いたりするから寄ってくるんでしょ。ねえ、うちの方なんかもうカラスばっかり、もう生ゴミの日なんかもうこうやって分けてること。この薄皮取ってよ。あ、あんた綺麗な顔してるからおでこもっと出しなさいよ。こあれはりょうちゃんは何時に来るうって？昼前にはって昨日電話で。一緒に笑わない王子も泊まってくってよ。意外。でもね、何もいきなり人のお風呂をさ。ひどいな、その言い方。それに死に別れは前の亭主と比べられるからうまくないのよ。生き別れの方がいいの。お互いに嫌って別れてんだから。さらっと怖いこと言うのね、母さんね。常識でしょうよ、そんなの。何しつこく言ったからじゃないの？結婚しろ結婚しろって。だからって他にいくらでも。いくらでもってほどはモテなかったわよ、りょうちゃんは。兄さんと違って。いや、そんなことないわよ。あの子だって中学の卒業式の後制服のボタン一つも残ってなかったんだから。いじめられたんじゃないの？違うわよ。下級生にくださいって言われたんだってよ。長い行列ができたんだってよ。こう女の子の。ああ、怖いね。親の欲目は気をつけよう。3年でしょ。前のが死んでまだ。4年じゃなどっちにしたって早すぎるわよ。い？そう冷たいのよ。そうかな。そうなのよ。ほら、母さん外で働いたことないからさ、女が一人で子供育てるのがどんだけ大変かとか分かんないのよ。すぐそうやって人のこと働いてない働いてないってバカにして。別にバカになんてしてない。あんただってせっかく大学行かせたのにその後3年も働かなかったじゃない。4年です。4年。ちゃんと聞いてね、お姉さんに。引っ越しのこと。一緒に考えた方がいいんじゃない？お父さんのこととか。姉さん考えんだろ、そんぐらい。今更戻る気ないしさ。面倒見てくれんならマジローダスカリなんだけどな。そういうわけにもいかないでしょう。あなた一応長男なんだし。次男だよ、俺は。何それ？コーラとジンジャーエールのミックス。別々に飲めばいいじゃない。せっかくおかわり自由なんだから。貧乏くさい。ねえ、学校どう？普
通。普通ね。うん。さ、昨日ママから聞いたんだけどね、ウサギのこと。なんで死んじゃったのに笑ったの？面白かったんだ。何が？だってレナちゃんがみんなでウサギに手紙書こうって言うんだもん。いいじゃないか、とか手紙。誰も読まないのに？やっぱりおばあちゃんちの麦茶うまいっすね。スーパーで売ってるパックよそれ。昔はねうちで煮出してたんだけど。ああ、そうなんですか。じゃあ水がいいのかな。ただの水道水よ。ほんといい加減なんだからもう。まあ美味しいなら何だっていいけど。ですよね。昨日は晩ご飯何食べたの？お寿司。あら、ちょっと今日お寿司だって言ったのに。回るやつだよ、回るやつ。36皿。新記録。うん。中記録。プリンも回ってたよ。なにそうなの。風鈴が回るの。メロンも。足りないかと思ってお寿司頼んだけど、なんだ昨日食べたんじゃね。いいのよ、私食べてないんだから。お寿司なら毎日でも。毎日でも。あれ松寿司ね、息子の代になってから急にネタが落ちてね。そうなんですか。はいできた。あそこのウニでも軍艦が海苔じゃなくてさ、キュウリじゃない。あれ好きなんだけどな。一応上にしたけど入ってたからねウニ。ちょっと電話してみようか。いいわよそんなわざわざ。ちょっとご飯前なんだから一つにしときなさいよ。いいじゃないね、そのために買ったんだから。いいのね、怒らなくて。おばあちゃんちだと。おばあちゃんち大好き。あら欲しいわね。おばあちゃんチーがついてなきゃアイスもう一個おまけしたのに。小豆もあるよ。あ、好きおばあちゃんの。あ、ごめんなさいね。だってあんま好きじゃないもんね、私ね。ねえ、りょうちゃんっていうのなんとかなんない？今日だけでもさ、ママ助けると思って。りょうちゃんはりょうちゃんだもん。分かってるくせにもう嫌な子ね。もう出ないな、隣のやつ。土曜日お休みなんじゃない？出版社。月曜日またかけてみれば？内緒な。仕事のこと向こうだ。頼むよ。今日だけなんとか乗り切れればさ、しばらく会わないんだし。親子なんだからそんな見え張らなくったって。親子だからさ、失業中なんて口が裂けたって言いたくないんだよ、あの人に。もうお父さんのことになるとすぐムキになるんだから。ねえ、どっちか持とうよ。こんにちは。ただいまでしょうが。お邪魔します。いらっしゃい。暑かったですよ。こんにちは。まあお利口さんだこと。あ、これこの間の忘れ物。ごめんね、うまく必ず忘れてくんだな。ありがとう。駅前変わったんだね。迷っちゃって汗びっしょりだよ。めったに買えないから浦島太郎でしょう。あの細長い本屋もなくなっちゃってるしさ。いやご主人ここを悪くして入院しちゃってね、もう店番誰もいなくなっちゃったもんだから。あ、これ風呂場で冷やしてさ。あとお母さん好きだっておっしゃったからシュークリーム。まあ嬉しい。じゃあまず仏様にお供えして。
綺麗ですね。何流でしたっけお母さん。いやまあ自己流よ。本当母さんにインチキなの会社入って習ったら全然違うんだもん。あ、お久しぶり。こんにちは。こんにちは。じゃああ、いい色に焼けてますね。ハワイですか。いやいやいや、もうね、どこも行く暇なくてね、悔しいから近所の公園でさ。海パン一丁で歩いてんのよ。やだっちゃ。シャツちゃん、また背伸びたんじゃないの。夏休みで1.5センチ。もうすぐ追い抜かされそうね。よく食べるもんね。ノイツこれやってんの？剣道。あれ？やめちゃったのよ。防具まで買ったのに。だって暑いんだもん。臭いし。あ、おじいちゃん出てきた。ご無沙汰してます。してたのか。どうも。知ってたくせに。ごめんなさいね、愛想なしでも。うちの父も似たタイプですから。純平が初めてお嫁さん連れてきた時もすぐに診察室に隠れちゃってね。時々目覚めかわいそう。激しいね、目覚めちゃってかわいそうにね。ようたってね、高校の修学旅行の時ね、あんまり激しいがすごくて、一人だけ別の部屋に連れられちゃったの。ちょっとかわいそう。別部屋。それは俺じゃなくて兄貴だろ。ほら親指の付け根使ってさ、こうやるとほらよく向くでしょ。そうそう。上手ね。これだけはね、昔から俺の仕事だったからね。滝沢さんのとこでもそれならばって。でも結局立っちゃったのよ、そのまんま。うわ、ひどい話だね。三角形にしてさ、それで日が当たるようにしますって言ってたのにね。あんた四角いじゃん。そうなのよ。それでいまだに裁判やってんだからね。そりゃ。ちょっそんなにかき混ぜてどうすんのよ。切るのよ。こうやって切るのよ、切るの。あんた何十年そばで見てたのよ、まったく。できたよ。綺麗ね。なら。懐かしい。いや、珍しいでしょ。やるわよね、どこでも。やだよね。トウモロコシは焼くか茹でるかしか。お父さんこれ誰の押さえてるの？おばあちゃん。誰だったかしらね。オリジナルなんですか？きっとそうよ。お花と一緒。そろそろ出てくるよ。目悪いけど鼻がいい。
晩ご飯まで待ってなくてね、その時と2階から降りてきて力たちにみんな食べちゃうんだから。兄貴の好物だった。敦君は好きよね、トウモロコシ。そうです。実はね、おばさんも普通。食べるよね、たくさんね。そうだ、揚げたてが美味しいんだから食べちゃいなさいよ。いただきます。あ、お醤油ちょっと垂らせば。甘いな。ここ越してくる前の板橋のうちは隣がトウモロコシ畑でね、一度夜中に忍び込んで。取ったんですか？お父さんがね。もう時効だよ。30年も前の話だ。翌日早速天ぷら。そしたらよりによって揚げてる時に「ごめんください」お役所さん、その畑の「美味しいのできたからお裾分けです」ってこうやってトウモロコシ持ってちょうどその時今みたいに天ぷら作るたんびにすんのよ、この話。さすがにあの時は気まずかったな。そしたら順平がね「お母さん、これならわざわざ八百屋さんで買わなくてもよかったのにね」あいつはそういうところすごく頭が回ったからな。なんだこれ、あんたでもそうじゃん。あ、銀行の時でしょ。そう。助かった。ここをさつきの部屋にして水色のベッドを置くんだ。じゃあ僕は？別に部屋はないよ。だって一緒に越してこないんだもん。じゃあさ、ムツにはここの部屋あげるよ。ならいいや。顔分けてるけどね。やだ。あとね、さつきピアノももらうんだ。僕もピアノ欲しい。ムツ弾けないじゃん。習うもん。習ってもできないよ。ムツ剣道だってやめたくせ。関係ないだろ、剣道。パパ。ねえ、パパが死んだ時どんな気持ちだった？わかんない。小さかったから。泣いた？覚えてない。私なら泣くな。そうだ、亮太おじさんのことなんて呼んでるの？普通だよ。パパって。下に置いときゃいいのに、なんでわざわざ。ったく。ちょっとボケてきてるのかな。使わないだろこんなの。寂しいんじゃない？何がよ。何がよ。ねえ、なんか言ってない二人。嫁さんのこと。別に何も。よいしょ。なんか引っかかってんのかな。再婚とかそういうの。そんなことないんじゃない？上出来よ。あんたね、もったいない。ぶんな。引っかかってるのあんただね、本当に。低いんだよ。低いんじゃなくてそっちがでかいんだろうが。ねえ、同じもの食べてたよね。ちょっと痛い。ああ、ダメだよ、もうボケちゃって。もう注文覚えられねえんだから本当に。この前なんてね、同じ客に何度も取りに来て出しちゃってさ。いいなそれ。今度みんなで行こうか。ちょっと勘弁してくださいよ。もう店潰れちゃいますよ。もう冗談きついんだから、ちなみさんは。本気で言ってんだけど、冗談じゃなくて。いくつでしたっけ、おじさん。いや、72かな。あれじゃあ一緒じゃん。そうなの？いや、先生若く見えるけどね。かくしゃくとしてるし。かくしゃくっていうのはああいうの。楽園家でしょ。羨ましい本当に。本人まだ続けたかったみたいだけど、ここを悪くしてさ、なんだっけほら、白内障だっけ。じゃあ緑の方。でも近くに大きい総合病院できちゃったし、ちょうど潮時だったんじゃない？もうプライド傷つかずに済んだんだよ。お寿司来てるわよ。ねえ、ありがとうございます。じゃあお釣りが3000と。
200万円の汗。ねえおまけしてよ、こんなたくさん頼んでんだから。勘弁してくださいよ。ウニの分ね、女房に内緒に出してんですから。そうよ。はい。領収書。ウニ食べちゃうのに。あれ、さつきちゃんだっけ？もう大きくなったね。夏休みで1.5センチ。剣道やめたよ。蜜はいいんだよ、蜜は。あ、そうだ、忘れとこだった。これね、持ってきて。あらいいのにそんなわざわざ。もう今日もあげてないんだから。いや、うちのやつは中学淳平さんの後輩で、なんかバレンタインデーにチョコをあげたことあるんだって。そうなの？それじゃあありがたく。ちょっとこういうの持ってんだったら先に言いなさいよ。もう散々負けろとかいろんなこと言っちゃったじゃん。すいませんね、もううっかり始めて。当然持ってきて怒られてたまったもんじゃないですよね。じゃあ上がって代わりにお線香だけ。もうこんな格好ですしね、もう早く帰らないと、もう親父が何してかすかもう心配でも。じゃあまたどうもありがとうございました。すっかり大人になっちゃって。昔は随分悪かったもんね。わかんないもんだね。人間なんてさ。ごはま。もういいのお寿司。あらさつき気をつけてよ。さつき。ずるいよ。ねむついいの切らなくって。なんか叩きたいんだって。もう入ってない。あつし君はいいの？スイカ割り。はい、いいです。で知りつけたんだ風呂場。そうなのよ。お父さんが去年転んでね。いや、そうだってね。お尻にこんな大きなあざ作って。危ない。使った石鹸お前が床に置いとくからじゃないか。置いてないですよ私は。あれ、出た得意の人のせいだ。ちょっとね、そんなんで叩いたら食べらんなくなるよ。潰しちゃうよ。風呂場タイルも随分壊れてきたね。古くなるとね剥がれちゃってどうしても。僕後で直しますよ。いやいいですよ。お坊さんはお客さんなんだから。なんかね、してた方が落ち着くのよ。マグロと同じでね、ずっと動いてないと死んじゃうんです。なんでそれが仕事に活かせないかな。こういうのもね、この間2階にあげてもらったの。あ、ロデオボーイね。あんなお安いご用ですよ。パパ早く来て。はいはい。ちょっとすいません。ねえ、亮太君もさ、家族も増えたんだし、そろそろ RV とかどうですか？ねサービスしますよ、バッチリ。はいはい。よし。東京で暮らすのに車いらないからな。私はね、息子の車で買い物に行くのが昔からの夢だったのにね。なかなかね、親の思い通りには育たないもんよね。そうですね。なかなか思い通りにはね。そうだわね。乗せてあげますよ、車なんかいくらでも。どれがいいの？あ？何？今にね。この白いやつ？これ？よく言うわよ。免許も持ってないくせに。おかわりは？あ、もういいや。まだ食べられるでしょ、若いんだからね。もうこれ以上大きくなられても困るしね。靴だと思ってんの。ね、歯大丈夫なの？あ？どうせ行ってないんでしょ、歯医者。もう仕事が忙しいから。ほんと私に似て歯弱いんだから気をつけないと。ちょっと歯してごらんよ、歯。何やめてよ、子供の前で。何、仕事なの？うん。ちょっとね、急ぎの仕事を世田谷の美術館から頼まれてさ。あら、油絵？うん、まあそのとこかな。あ、この前新聞に出てたわよ。絵画修復師のこと。絵のお医者さんって書いてあった。何新聞？なんだっけな。うん。コピー送るよ。そう言ってあんた一度も送ってくれたことないじゃない？すいません。まあね、医者なんてそんな偉そうなもんじゃないよ。医療って言わればね、アンチエイジングみたいなもんだよ。あら素敵。お願いしたいわね。何そのアンチなんとかって。とね、お母さんはもう大丈夫かな。お母さん若いから全然必要ない
ないですよ。俺もちょっと自信ないけど。何よ、私仲間外れなの？まあさ、この仕事もようやく注目されるようになって、俺が卒業した大学とかでもさ、希望者増えてるみたいだけど、ただいざ就職となるとなかなか競争率が高いし、なあ。そうみたいだね。あんたはね、昔から小さい時から手先が器用だったからね。あれ強いんだ結構。母親譲りで。あ、幸恵さんも結構いける口だったわね。あ、いい勝負かもね。兄貴の嫁さん。今どこ住んでんだろうね。住所は変わってなかったわよ、年賀状。所沢。ねえ、どうしてんだろうね。孫でもできてればね、ここにも呼びやすかったんだけど。ね、まあ再婚しちゃったら来にくいよね。まあ考えようによっちゃ子供ができる前でよかったよ。子持ちやもめじゃ再婚も難しかったろ。私はいいとこもらってくれてラッキーでした。いえいえ、こちらこそもラッキーもいいとこで。姉さんが言うなよ。ゆかりさん、亮太の写真見ない？小さい頃の。ぜひ。見たくないさ、どうせ見せるんだよ。私の間写真欲しいのある、大学の時の。あつくん、おいで。割れたね。ねえ、割れた。あらららか。それじゃあ、あとはお医者さん同士ごゆっくり。ほら高松塚の壁画どうなったんだ、修理が。ああ、修復ね。修理じゃなくて、あれは古墳をそのまま残すか、飛鳥美人の国宝の壁画あるでしょ、切手にもなった。あれを守るかでずっと議論したんですよ。で結局文化財の現地保存主義を覆す異例の判断を文化庁がして、解体を決めたんですけど、10年はかかりますかね。おいおいおい、それ大切にしてやったんだからなあ。すいません。で食えてんのか。おかげさまで子持ちのやもめ養うぐらいには。ああ見えて昔はコンサートとか行ってんのよ、2人でクラシック。父さんがせっかちでもどんどん先に歩いてっちゃうから、私たちがもういつも後から走って追いかけてたい。でも、あ、ねえ母さん、これ日比谷公園じゃない？母さん、ラブラブだね。何も知らなかった頃だからね。なんだろうこれね、この庭でほら子供たち3人だけで撮って、これが亮太。私ぐらいの時かしら。そうね、小学校の5、6年。チャルセベルまだ小さいもん。だってあれはここのうち越してきた時植えたんだからね。花がね、今よりずっと赤いでしょ。そうか。これがね、みんなで周辺を言った時、これが順平でね、こっちが亮太。あれ、なんだか泣いてるみたいですね。はい、こっち向いて洗ってって言われるとね、なんかどういう顔していいか分かんなくて、いつもなんかでもこの頃に比べたらだいぶ明るくなったりょうちゃん。そうなんですか。ゆかりさんのおかげよ。これ作文、りょうちゃん小学校の時の。僕は大きくなったらお父さんと同じお医者さんになります。
お兄ちゃんが外科で僕は内科ですだってこのこと考えてたって知ってた？いいえ初めて。昔から画家になりたかったんだとばっかり思ってた。お父さんはいつも白衣を着ています。患者さんから電話があると夜でもカバンを持って。勝手に読むなよ。何なのよ、いいじゃない。何恥ずかしがってんの？お前いつまでもね取っとかなきゃいいんだよこんなもん。生真面目なんですよね。融通が利かないのよ、兄さんと違って。せめてね、どっちかがここ継いでくれてればいろいろ違ったんだろうけど。スイカ食べようか。ああ、食べる？うまそうだよ。じゃあこれね、片付けちゃう。はい、並んで並んで。はい。はいはい、写真。はい、おいで。ねえママ見て。それあ、いいよいいよ。何それ。うわ、チョコだ。目立つなそれ。着替えないよ。これ後ろましょう。やだ。じゃあ隠してお願い。おじいちゃんじゃあ端っこ行ってください。母さんどこ行くの？ちょっと。いやこれでごめんなさいね、揃った。ねえ、お葬式じゃないんだから演技でも。いいじゃない。だってこの子のおかげでみんなこうやって集まれるんだから。そうだけど。おじいちゃん切れちゃうな。おじいちゃん、ちょっともうちょっと左入ってください。左。もうちょい。隠してよ、ちゃんと。あと10センチ。光っちゃうかしら。大丈夫ね。おじいちゃん。おじいちゃんトイレかな。じゃあまあ後で丸で囲んでね。それじゃ死んじゃったみたいじゃないね。笑ってんのよこれで。行ってきます。気をつけてよ。はーい。気づいてなかった。さっきもダメだったじゃん。さっきより高い。トントン。それ今やらなきゃいけない？なんで？あっちでみんなと話でもすれば？何よ。なんだっていいじゃない。何、高松塚でも何でもさ。気にしてたわよ、りょうちゃん。何が？ゆかりさんのことどう思ってんだろうって。あいつの人生だ。好きにすりゃいいさ。冷たいな。兄さんの時はもっと違ったじゃない。当たり前だろう。順平は跡取りだったんだ。あいつは勝手してここ出てったんだから。おい、何よ。このうちは俺が働いて建てたんだぞ。なのにお前なんでおばあちゃんちなんだ。
ちょっとそれねコツがあるのよ。ね、南下村これ高校ちょっと前のこれでこれいいところで止めるときこっち。いらないって。ね、天ぷらの話以外参加する気ないわ。いいわよ、ほっとけば。お腹空いたら出てくるあんたとこのカラスと一緒よ。こっち通うと木曜だけど。いい年して子供なんだよ、まったく。やだ、どこがマグロなんだろう。ほっとするんでしょ、畳の上だと。ああ、そうなの。今の家畳ないからさ。敷けばいいじゃない。無理よ、そんな風に家ができてないもん。だからね、ここ越してきたら和室作ろうと思って。いつなんですか、引っ越し。できればね、ムツが中学上がる前にってまだ決まったわけじゃないのよ。よく言うわよ。図面見したでしょ。風邪ひくわよ。ほら、年取ったらさ、娘と一緒に暮らすのが幸せだって言うじゃない。娘によるわよね。一緒って言っても台所は別なの。まあ、作ってもらえる分にはありがたくいただきますけど、こっちが面倒見るばっかりなんだから、家政婦と同じよ。遺体は神奈川県横浜市の会社員萩原幹夫さん53歳で、今日午後1時半ごろ、いやね、もう秋なのにね。岩場に打ち上げられる。あの子前の晩珍しく一人で泊まってさ、あの日玄関で靴磨いてたのよ。そしたら急に「海行ってくる」って「あ、気をつけて」って台所から。おかえり、どこ行ったの？秘密内緒。あ、これあげる。折ったんじゃないでしょうね。綺麗に磨かれた靴だけが並んでたの。その景色がね、目に焼き付いちゃって。ねえ、麦茶にしなさいよ。アイスじゃなくて。もうちょっと早く私が声かけてればね。あれ、また始まっちゃった。いいじゃない、今日ぐらい。今日だけだったらいいけどね。無理して助けることなかったのよ。自分の子供でもないのに。よし、これどっこいしょっと。せっかくだからなんかおやつでも作ろうかね。ねえ、もういいわよ、たくさん。まあせっかくだからさ。そう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 、いいよ。あ、それで丸くしたら、そうそう。はい、おへそ作んない、親指でギュッと。そう、はい、はい、もう一つ。何作ってんの？うんち。ああ、誰の？パパの。パパのか。うんち昔俺もよく作ったな、それ。はい、うちの使いなさいよ、電話。ああ、うまかったろ、あのベトナム料理。ああ、ちょっと外出るから。仕事？俺もさっきかけたんだよ。ええ、多分。忙しいのね。帰り遅いんでしょ？ここのとこちょっと残業続きで。もう40代はまだ無理聞くから大丈夫よ。ねえ、油絵って誰の？ゴッホとか。いやってことないしね。でもあれ1枚直したらいくらぐらいもらっちゃう？あー、大変でしょ作業。1枚いくらってある？はい。1枚いつね。じゃあね、手伝ってくれたかかるしね。ご褒美に反射付き。ありがとう。やあ、おばあちゃんち大好き。もう、淳君どこ行っちゃった？
大丈夫大丈夫。そんなに気にしなくていいよ。あのさ、ところでお前新美堂出版に知り合いとかいない？ほら水道橋の。だよね。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ええ。うん。いや今度さ、みんなでほら飯でも一緒に行こうよ。な。いいよお前。三島なんか呼ばなくて。ホモクロミンプロルモントリプタノールネオファーゲ薬はダメだぞ、触ったら。さっきおばあちゃんからもらああ、いいね、これはおじいちゃんからだ。座んなさい。大きくなったら何になりたい？何になる？サッカー選手か？ピアノの調律師。調律師？なんで？出しちゃえ出しちゃえ、ペーってここへ。音楽の先生が好きだから。女か。男が一生の仕事を女ごときに左右されるっていうのだな。指見してごらん。おお、器用そうだな。おじいちゃんも子供の頃お父さん病気になってな。それでお医者になろうと思ったんだ。治ったの？お父さんの病気。お医者になる前に死んじゃった。医者はいいぞ。やりがいのある仕事だぞ。向こうで遊んでて。やめてくださいよ。変なこと吹き込むの。医者になんかしませんからね。どうせあと20年も待てやしない。そんなこと言われたって。お前に言ってんじゃないよ。分かってますよ、そんなこと。ちょっと休憩。いいよいいよ、少し休んだら。疲れたろ。親父は袋の相手すんのさ。さっきの電話なんだけどさ、やっぱりちょっと今空きがないんだって。ああ、世田谷の美術館？口から出まかせてあんなこと言って。仕方ないだろうって話の行きがかり上。シャガールになっちゃったからね。何が？今あなたが修復してる油絵。シャガール？ねえ、こんなにたくさんどうすんの？何かの時にないと困るからは。
紙袋がこんなに必要な時ってどんな時よ。相変わらず冷蔵庫はいっぱいだし。いっぱい入ってると安心するのよ。冷蔵庫はね、母さん、安心するためじゃなくて物を冷やすために。あれ、お父さんパチンコなんかやったっけ？母さんなの？いいじゃない、別に私がパチンコやったって。他にもあるでしょ、俳句とかヨガとか。先生すんのよ、あの音きっと。まあね、母さんもそれぐらいの無駄遣いする権利はあるけどさ。ねえ、どうなの家のこと。どうって？いやほら、嫌なら無理やり押しかけようなんてこっちだって思ってないんだからさ。嫌だなんて言ってないじゃない。ただね。ただ何？お父さんがね、嫌がると思うのよ。こんな時ばっかりお父さん持ち出すんだから。ほら、診察室壊してこう2世帯にしたらお互い気使わないで済むじゃない。もち米なんだ、白玉って。ほら、知ってた？知らないわよ、そんなこと。ねえ、涼しくなってきたし墓参り行っておこうかな。あんたどうする？私はいいや、お盆も行ったし。じゃあ私行こうかね、散歩がてら。あ、帽子かぶってった方がいいわね。ああ、持ってきたわ。じゃあって何？はしゃいで。あら、誰だろう、お花。ゆきえさんかしら。でもここまで来たら寄るでしょ、うちに。それもそうね。あ、吉尾君かな。あの子はそんな気の利いたことしないわよ。あれ、それ抜いちゃうの？入んないもの。お母さん、お線香私が。今日は一日暑かったから、気持ちいいでしょう。ねえ。はい。子供の墓参りなんてこんな辛いことないわね。何にも悪いことしてないのに。母さんはどうしたいの？お坊さんも悪い人じゃないけど、今さら他人と住むのはね、子供たちギャーギャーうるさいし。嫌なんじゃない、やっぱり。だってそうなったらあんた戻ってきにくいでしょ。俺？いや、俺は無理だってば。お父さん死んだらでいいからさ。死んだらってね、俺に兄さんの代わりはできないからね。分かってるわよ、そんなこと。だったらさ、あんたとこどうすんの、子供。なんだよ急に。よく考えなさいよ。作っちゃったら別れにくくなるんだから。何言ってんだよ、もうそんな。普通はさ、早く孫の顔見たいとかそういうもんじゃないの？だってお宅普通じゃないんだもん。今時珍しくないの、こういうのは。
昔長女取ったね、軽井沢で。パパと一緒に。覚えてる？覚えてない。今度パパのお墓参りも行こうよ。どっちでもいい。どっちでもってことないでしょ。あら、黄色い蝶々。ああれはね、冬になっても死ななかったモンシロチョウが翌年黄色くなるんだって。あ、本当？嘘くさいな。そう聞いたわよ。誰がだ？忘れたけど。それ聞いてからあの蝶を見るとなんか切なくてね。この坂登るのも年々しんどくなって、車ならねちょいちょいのちょいなのに。歩いた方がね、体にはいいんですよ。本当、いい運動になった。じゃあ今年で卒業だ、大学も。はい、おかげさまで。就職は？はい、マスコミ行きたかったんですけど、どこもダメで。あら、あれは学校はお芝居の。すいません、それは一昨年辞めちゃって。あ、そうだったの、もったいない。母さん去年も同じこと言ってたわよ、そこ座って。そうだった？今小さな広告の会社でバイトしてるんで、そこでもいいかなって。いいじゃない。ね。いえ、広告って言ってもスーパーのチラシとかそういうやつですけど。試験受けたの？いえ、そういうあれじゃなくて。すいません。ひとまずこのままバイト続けてみようかなと思って。まあ何にせよ人間元気なのがね一番だから。もう元気くらいしか取り柄がなくて。本当にあの時順平さんに助けてもらわれなかったら今の僕はここにいないので、本当に申し訳ない気持ちと感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。順平さんの分までしっかり生きますから。それじゃあ失礼します。すみません。大丈夫ですか？しびれちゃったのかな。ごめんなさい。すみません。行きましょう。しびれちゃった。そこすみません。段になってるから。すみません。もう歩けますから。まだ25じゃない。頑張れば何だってなれるから。いや、僕なんかもう人生先が見えちゃって。来年もまた顔を見せてくださいね。約束よ。必ず来てちょうだいね。待ってますから。はい。それじゃあ失礼します。気をつけて。はい。すいません。また太ったね、あの子。100キロくらいあるかしらね。ここのとこにこんなお肉。で水ようかん2個食べちゃったよ、自分で持ってきたやつ。小倉と抹茶。麦茶3杯飲んでた。うわ、太る。あそこ汗垂れてる。あ、ここも。うわ、汚い。あの子助けてもらわれなかったらって言ってたけど、もらえなかったらよね、本当は。ね、2階のロデオボーイあげればよかったんじゃないの？あ、そうだね、そうしよう。ちょっとあんたバス停まで追いかけてってさ。うん、ね、よいしょ。俺やだよ。あんなくだらんやつのためになんでよりになってうち
こに代わりはいくらでもいたろうに。くだるとかくだらないとかそんな言い方しないでください、子供の前で。何がマスコミだ、偉そうにって。別に偉そうなんかしてなかったでしょ。今の僕とお前ただのフリーターじゃないか。いいじゃないですか、まだ若いんだから。無駄に通体ばっかりでっかくなりやがって。あんなやつは生きてたって何の役にも立ちゃしないよ。だから謝ってたんじゃない？すいません、生きててすいませんって。誰だっけ？太宰治だっけ？林家三平じゃないのこれ。すいませんすいません。関係ないだろ。今太宰治も三平も比べるなって言ってんだよな、人の人生を。靴下片っぽだけ真っ暗だった。彼だって精一杯頑張ってるわけです。それは思うようにいかないことだってあるかもしれないよ。だけどさ、父さんみたいに上から下るとか下らないとか笑うな。どうした？ドキドキ。どうなることないでしょう。何向きになってんだ、いい年して。お前には関係ないだろう。医者はそんなに偉いんですか。広告だって立派な仕事じゃないですか。兄さんだって生きたら今頃どうなってたか分かったもんじゃないですからね、人間なんてさ。いやー、くだらないくだらないって僕のことかと思ってなかなか出てこられなかったんだけど吉尾君か安心した。もう少し痩せればいいのにね。あれなんて言ったっけ、昔いたお相撲さんで似てる人。神山？それハワイの人じゃないのよ。火の用心の違うわよ。こうほら顔が中べそになっててこういうふうにさ中べそって何？誰だったっけ。そろそろ行こうかね、ドライバー起きてきたし。ほら昔土俵のさ下へ顔から落っこった時に鼻怪我しないでおでこと顎すりむいたんだって。純平の分までって誰に語ってさ。RV ね。ここまで出かかってんだけど。あ、水ようかんちょっと冷蔵庫入れとかな。あ、そうですね。水ようかん持ってきてくれる？どっか詰めて、相手とか落ちてんだ。あ、ダメだ。いいわよ、いいわよ、そこんとこ、それじゃ、それ。おばあちゃんのは3000円。楽しそうだったね、おばあちゃん。そりゃそうよ、みんなで賑やかに集まってあげるのが一番の親孝行。点数稼いだんじゃない？どうかな、なかなか大きいしないのよね。お兄さんの部屋そのままにしときたいんだろう。気持ちは分からなくないけどね。いい身分よね。こっちなんか生きてる人のことで精一杯だっていうのに。どうせ気にかけるんなら生きてる娘にしてくれって？当たり前よ。死んだ兄さんが老後の面倒を見るわけじゃないんだから。大丈夫よ。そんな高くないんだもん。軽いのよ。いくらってそんなのいいじゃないよ。だって2つも3つも買うわけじゃないんだからさ。お母さん、ね、持ってらっしゃったわよね、携帯。あそこに置いてある。こっちからかけるときはわざわざ部屋で出てうちの使うんだよ。ほら。線で繋がってないと信用できないっちゅうんだ、あのバカ。置いといていいってこれ。何よ、何がおかしいの。なんでもないよ。どうせならあいつらも一緒に夕飯食べていけばよかったんだ。いいんですよ。あんなに大勢で晩まで浮かされたんじゃ、こっちだってたまったもんじゃないんだから。お昼がお寿司で夜がうなぎなんてすごいね。
天ぷらあんなに作るんじゃなかったね。もったいないことした。少しいただいて帰ろうかしら、天ぷら。いや、天ぷらは美味しくないわしなっちゃってもう後にして正解。肝水つかないのよ。竹より下だとインスタントの吸い物。ママ、これ食べられるの？うん、食べられるけど。無理しなくてもいいぞ。おじいちゃん食べちゃう。うん。じゃあ代わりにおばあちゃんがうなぎあげようね。よかったね。こんなご飯食べれないわ。何母さん、ちょっと上からかけたな。お腹の中入っちゃえば同じじゃないの。こいつはそういうとこ本当にデリカシーないんだよ、昔から。デリカシーってあなたにそんなこと。コンサート連れてったってね、寝ちゃうんだよ、いびきかいて。いつも。いつも話してんの。隣のお部屋レコードたくさんありましたね。まあ若い自分随分集めましたからね。ただの飾りよ。もう今じゃほとんど聞かないもん。場所ばっかり取って。お医者様っていうとやっぱりクラシックのイメージがね。お医者様って言ったってただの町医者ですからね。でも身内にいてくれるといざって時に心強いですしね。そんなことありませんよ。忙しいばっかりで。息子が危篤だってそばにいられなかったんだから。仕方ないだろ。あの時は食中毒で休館が続いて。お前はね、男にとって仕事がどんだけ大切かわからないの。働いたことないですからね。私は一度も。今じゃこの人も働いてないですけどね。他にはどんなの聞かれるんですか？ジャズですかね。古いやつですけども、マイルス・デイビスだとか、まあビートルズぐらいまでは聴けるんですけどね。ラップだかサップだか知らんが、最近のやつはもうあれは音楽じゃないですよ。そうですね。カラオケじゃ演歌とか歌ってるらしいんですけどね、この人も。カラオケ？島津さんの年賀状に書いてあったのよ。横山さんのスバルまた聞きたいですって。見るなよ、勝手にそのハガキを。年賀状なんだから見えちゃうわよ。嫌だったら全部封書にしてもらってくださいよ。演歌ですか。スバルは演歌じゃないよ。演歌じゃないですよ、スバルは。お二人の思い出の曲とかないんですか？どんな洒落たもの。あるわよ、レコード。何ですか？歌謡曲思い出の。聞く？あいつ去年通販で昭和の歌謡なんとかってのを騙されて買ってさ、30巻セットいくらしたんだよな。それ俺の部屋にあったな。聞きやしねえんだよ。一度騙されたわけじゃないですよ。失礼ね、人をボケたみたいに。何、誰の曲？あんたちょっとそこのステレオでさ。今？針下げてんじゃないの？大丈夫、聞けるわよ。どうやんだっけな。どなたの曲なんですか？知らん。関係ないよ俺は。関係ありますよ、あなたにも。母さん、これさ。
いつ頃の曲でしたっけ70年ぐらいかしらね。万博のちょっと前。それお母さんたまに歌ってたねこの歌。でもでも着替えここ置いときますから。ああ。かな。湯揚げと。いつ買ったんだ。レコードですか？うん。ちょうどあの頃ですよ。板橋のあの女のアパートまで両手ぶって行ったんですよ。そしたら部屋の中からあなたの声が聞こえてきて。歩いても歩いても邪魔したら悪いと思ってそのまま帰ってきて、次の日駅の西口のカナリアドで買いました。使った手ぬぐい広げて干しておいてくださいね。そのままにしないで。さっき大丈夫聞けるわよって言ったの母さん。あれさ、絶対一人でかけてんだレコード。それ考えるとなんかゾッとすんね。そんなことないわよ。それくらい普通でしょ。そうか。隠れて聴く曲ぐらい他人だってありますよ。そんなもんかね。そうですよ。じゃあ君にもあんだそういうの。もうね教えてよ。内緒。怖いな女は。怖いのよ人って。みんな。ナイターやってんじゃない？見ないの？こういうの屋根につけたから BS も映るわよ。いいよ別に。テレビも最近見るものなくてね、面白くもないのに笑い声だけ賑やかで。あれ足してんでしょ後で。あらしいね。何？いや今日ずいぶんごちそうになっちゃったし、なんか好きなもんね買ってよ。あら、息子からお小遣いもらえるなんて嬉しいわ。いやいつもごちそうになってばっかりだからさ。じゃあ遠慮なく。何買おうかしらね。あれなんて言ったっけね、あのお相撲さん。まだ考えてんの？こういうのねほっとくとボケるんだって。
若乃花？いや違う。じゃあ北の富士。それすごい男前の人じゃない。そうじゃなくてこうなんかもっとこう愛嬌のある。さ、吉尾君そろそろいいんじゃないの？もう呼ぶのやめようよ。なんで？なんかかわいそうじゃない。辛そうだしさ、俺たちに会うのも。だから呼んでんじゃないの。10年やそこらで忘れてもらっちゃ困るのよ。あの子のせいで純平は死んだんだから。別に吉尾君が。一緒よ。親にしてみれば一緒。憎む相手がいないだけ余計こっちは辛いんだから。あの子にだって年に一度ぐらい辛い思いしてもらっても罰は当たんないでしょ。だから来年も再来年も来てもらうの。そんなこと考えながら毎年呼んでたんだ。ひどいな。ひどくなんかないわよ。普通ですよ、それくらい。なんだよみんなして普通普通ってさ。あんただって親になればわかるわよ。親ですよ俺だって。本当のよ。なんだよそれ。ほらお父さん出たから入っといて。ああ、そうだ、王子も一緒に入ったら。王子？ねえ、そうしなさいよ。せっかくお風呂広いんだから。ゆかりさん。はい。いつも別々なんだよな。こんな日ぐらい息子先に入れたらいいのよ。一日中ぼーっとしてんだから毎日お風呂入ることないのよ。何がもったいないって言ったらあれしない。何でしょう、お母さん。敦君お風呂入れちゃいなさいよ、亮太と一緒に。はい。いつも別々なんだよね、あんたの寝巻き後で出しとくから。な。あ、いいよ、今日 T シャツ持ってきたから。着なさいよ、せっかく買ったんだから。どこだよ。どうせ駅前のバザールだろ。ちょっと見せてや。どれだ。好きでしょこの色。うわ。ちょっと。あち。汗吸いとんのこお風呂入っちゃうから。このステージ越したられ。ほら、ぴったりじゃん。湯船狭いんだよな。入れるかな、二人で。はい。あれ T シャツが俺の。だってお母さんのパジャマあるんでしょ。いいよ別に着なくたって。着なさいよ。わざわざ息子のために買ったんでしょうから。あれなんか怒ってんの？いつも帰った時はそうなんだよ。まだ世話焼きたいんだろ俺の。そんなことじゃないわよ。じゃあ何よ。どうせパジャマ買うんなら敦のも一緒に用意してくれたって。今日もずっと敦のことだけくんづけだし。考えすぎだよ。そこまで気が回らなかっただけだよ。だって歯ブラシはあったよ3本。くれよ T シャツなあ。ゆかりさん。はい。ゆかりさん、ちょっと。はい。これ持って。
仕事うまくないのか？別に。なんで？いや、ならいい。心配いらないよ。もう昔と違うんだからさ。お前たまには電話して母さんに声だけでも聞かせてやれよ。かけると永遠と聞かされんだよな、愚痴を。それくらい我慢して聞いてやれよ。それは俺の役目じゃないでしょ。頼むからさ、二人でどうにかしてくれよ。俺を巻き込まないでさ。どうでもいいけど、トウモロコシの話あれ言ったの兄さんじゃなくて俺だからね。そうだったか。そうだ。どっちだっていいじゃないか、そんなちっちゃなこと。りょうちゃん、暑くて入れない。今行くよ。まあどっちだっていいけどね、そんなことも。峠でもそうだったか？こうやってほくろを握れたらお金持ちになれるって。おばあちゃん。ほらこれ、俺もね、おばあちゃんに言われていつもこうやって無理して握ってた。あんまり聞かなかったけどね。りょうちゃんはなんでお医者さんになりたかったの？昔だよ。ずっと昔。これかな。これもね、これもあげるわね。これ。いやお母さん、もうこんな高いもの。いいのよ、高くないんだから。いや、物はねいいんだけど。ちなみはもう何でも欲しがるくせにもらうとほったらかし。前にも大島の着物あげたけど一度も着ないんだから。あれもしかするとネットなんたらとかでお金に変えちゃってんじゃないかしら。そんな。いや、あの子やりかねないのよ。あなた笑うとエクボできんのね。可愛いこと。エクボって言ってもこの年でね。そんなことないわよ。女はいくつになっても愛嬌が大事。羨ましいわ。いやいや、そんな。あら大丈夫？顔赤いわよ。ちょっと久しぶりにお酒飲んだせいで。私が若い頃はね、女はビール継がれてもコップの底は見せるなって言われたけど、いいわね今の人は。いいえ、外ではね、もうめったに。うちで飲んでんの？じゃあつまんないでしょ、あの子飲めないから。でも亮太さん、最近よくビール飲んでますよ、家で。へえ、そうなの。少しですけど、その方がぐっすり眠れるって。知らなかった。そう。ねえ、あなたたちどうすんの？子供。
ああ、少し時間をかけて考えてみようかなと思って。そうだわね。でも作るんならね、急いだ方がいい。そうですね。敦君のことも考えないといけないし、赤ちゃんできていろいろギクシャクするのもなんだしね。やめといた方がいいかもしれないわね、やっぱり。残念だけど。この帯合うかしらね。ちょっと地味かな。でもまあいい。よいしょ。こっちは普通だろ。だよな。あ、何？迷い込んだらしくて。あらら。ついてきたのね、お墓から。うん。あ、そうそう。あら。あららら。あげないで。純平かもしれないから。母さん。純平？純平？早く外へ出せよ。あ、よさないか、みっともない。ちょっと母さん落ち着いて。だって。ほら、やっぱり純平よ。まさか。蝶々だよ。ただの蝶々。そうだな。ただの蝶だな。逃がすよ。おばあさんの17回忌の時も夜なのに少女が飛んできて、母さんもうお風呂入っちゃったら。そうしようかね。そうしようそうしよう。横山ですけど。あ、そうですか。わかりました。ちょっと待ってくださいね。お向かいのおばあちゃん具合悪いんだって。回してくれ。また心臓かな。ジギタリスは飲んでたはずなんだがな。じゃあ救急車呼んでね。私はもうそうしてやりたいんだけどね。ちょっとすみませんね、力になれなくてね。はいはい。
ゆっくり。ちょっと入れます。少し入れます。ゆっくり。一旦声止まって回転します。脈は脈いくつあるんだ。下がってください。お願いします。はい、ゆっくり大丈夫ですよ。ちょっと離れていただいてよろしいですか。いや違うんだ。私はね。はい、大丈夫ですよ。それでちょっと離れていただいてよろしいですか。はい。さあ寝るか。そんなパジャマで表出るなよ、みっともない。タイル直すって言ったのに。食べて寝たら帰っちゃったわね、のぼうさん。いつもそうなんだから、口ばっかり。さっき変だったね、おばあちゃん。おばあちゃんにはそう見えたのよ、きっと。もういないのに？死んじゃってもね、いなくなっちゃうわけじゃないのよ。パパもちゃんといるのよ、敦の中に。敦の半分はパパで、半分はママでできてんだから。じゃありょうちゃんは？りょうちゃんもね、これから入ってくんのよ、じわじわっと。じわじわ？何じわじわって。どうする？りょうちゃん入れてあげる？何よ、入れてよ。どこから入るの？口かな。口から？何よ。おへそかな。おへそ？おへそからじわじわ？
僕は秋の運動会でリレーの選手になりました。今日黄色い蝶を見ました。パパと軽井沢で捕まえたのと同じやつです。僕は大きくなったらパパと同じピアノの調律師になりたいです。それが無理ならお医者さんになりたいです。いらっしゃい。どうぞお願いします。いってらっしゃい。すみません、お魚残しちゃって。気をつけて。海入らないのよ。はい。海行く？ああ、行こう行こう。転ぶなよ。大丈夫。
どうかな、ベイスターズは。今お前マリノスだろ。サッカー？父さんが。横浜のスタジアムだって言ってんだ。誰と？あ？まあいいじゃないか。一度行くか、坊主も一緒に。そうだね。まあそのうちね。船が沈んでる。行きなさいよ歯医者。そのうちね。そのうちそのうちって一本虫歯になると隣のもすぐダメになるんだから。はい。抜くようになってからじゃ遅いんだからね。はい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 。土日はちゃんと休まないとね。もうあんまり若くないんだし。なんだよ、昨日はまだ若いんだからって言ってたくせに。あ、来ちゃった。あとなんかなかったかしらね、言っとくこと。じゃあまた遊びにいらっしゃいね。今度作り方教えてください、大根のきんぴら。お安いご用ですよ。いいよ。ほら。なんだ飽きて。なんだっていいじゃない。じゃあお父さん、またゆっくり。それじゃね、またね。お利口さんだこと。じゃあ失礼します。次は正月か。これでもう正月はいいだろう。年に一度でたくさんだよ。あんまりごちそうになるのもあれだしね。次は日帰りにしましょうか。だから言ったじゃない。やっぱ晩ご飯前に帰ればよかったんだよ、昨日。ちょっと食べ過ぎて1キロぐらい太ったかも。バス停7つ。あ、思い出した。昨日言ってた相撲取り。あ黒姫山だ。いつもこうなんだよな。ちょっと間に合わないんだ。やめろよお前、ああいうこと。何がですか？手なんか握ったら勘違いするだろう。お前に何か。握手ぐらいで心配してくれるんだったらいくらでもしますけど。思い出した。何？名前お相撲さんの。誰だよ。いいんですよ。誰なんだよ。いいんですよ。くだらない話ですから。黒姫山の話はそれっきりになった。それから3年経って父が亡くなった。父とは結局サッカーには行かなかった。
死ぬまで喧嘩ばかりしていた母も父の後を追うように亡くなった。結局車には一度も乗せてやれなかった。暑かったから気持ちいいだろう。ママ見て。わあ綺麗だね。はい、じゃあここに入れて。よし。よし、お参りしよう。お、アリさんだ。気をつけて。あ、ほら、蝶々だ。あの黄色い蝶々はね、冬になっても死ななかったモンシロチョウが次の年になって黄色くなって帰ってくるんだって。本当？うん。誰から聞いたの？誰だったっけな。